なかなか速そうです。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスポーツバイクを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、回転の限界を突破して、より高速で走らせてみたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはミチさんが開発した限界突破モーターをもう少し研究してみましょう。以前行った研究で最終的に動く部品を軸部分にすることで回転数が稼げることが分かりましたが、他にも条件はあるんでしょうか。試しに最初に軸を回すモーターを2つにして、モーター本体側を回してみると、なるほど。716rpm と、軸の時より遅いです。こちらにゴム製のタイヤを追加して、回転数を測ると、469rpm と遅くなりました。バッテリーを増やしても、回転数は変わりません。今度は軸を回すモーターを追加すると、なるほど。472rpm と、わずかに回転数が上がりました。でも、もう一つモーターを増やしても、474rpm と、上昇量が少なすぎますし、バッテリーを追加しても、回転数は同じでした。ここでタイヤを外すと、回転数は 800rpm。2つのガーリーを追加すると、603rpm。さらにガーリーを2つ増やすと、556rpm でした。真ん中のモーターを2つ連結しても、回転数は 646rpm と、そこまで上がらなかったので、どうやら重くするほど最大回転数が落ちるみたいです。そこで以前セニアカーに使った限界突破モーターに戻して、なるだけ軽いタイヤを装備してみましょう。材料は古代の軽量プラスチックを一度燃やして焦がした状態で設計図に登録することで、タイヤらしい黒い色にしたものを使います。いい感じに色が変わりました。こちらのかけらをこんな感じにつなげることで、綺麗に斜めになったタイヤの部品にします。この部品を使ってぐるっと一周限界突破モーターの軸に取り付けていきます。よし、タイヤができました。こちらを20本のバッテリーで回して回転数を測ってみると、906rpm で回ってくれました。やはり回転数の限界を突破するには軽さが重要みたいですね。早速このタイヤを使ってスポーツバイクを作っていきましょう。まずは古代の合金でフレームを作ってちょうどいい位置に稼働する前輪と10本のバッテリー、トリガースイッチをつけました。大きさの違う水晶をつけているので、左トリガーで低速、右トリガーで中速で走れるはずです。そして、両方のトリガーを引くと、高速モードになるように、トランジスタやオーテックを使って、回路を組みました。よし、これでサンダー界の速度を、ハンドルを握ったまま、変更できるようになりました。この時、高速モードでのタイヤの回転数を測ってみると、810rpm でした。もっと速くなるように、バッテリーを4本追加すると、906rpm まで回ってくれるようになりました。これで走るための仕組みができたので、ここからはスポーツバイクっぽくなるように飾り付けていきましょう。重くなりすぎないように古代の軽量プラスチックを使って鈴木のはやぶさのデザインを参考に部品を追加します。ガラスのスクリーンやヘッドライトも追加していって、
よし、飾り付け終わったので、早速走ってみましょう。左トリガーの低速モードでも、普通に走っていけます。右トリガーの中速モードも問題ありません。でも、両方のトリガーを引く高速モードは、地面がデコボコしているせいか、思ったより速度が出ていません。そのまま進んでいくと、ドローンが爆発して、破壊されました。カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、車体が軽いおかげで、結構クイックに旋回できます。そして、加速しながらハンドルを手前に引くことに、ウィリーすることもできました。カメラに向かって試してみると、なかなか速そうです。今度は私の視点にして、速度を測ってみると、全力で走っても、秒速10メートルくらいでした。思ったより遅いです。だったら、バッテリーを倍の28本に増やしてみると、速度は同じくらいです。もっと走りやすい平らなワールドに行って、バッテリーを14本に戻した状態で、最高速チャレンジをしてみましょう。低速、中速、高速モードと出力を上げながら進んでいきますが、平らな地面のおかげか、かなりスピードが乗っています。そして、これ以上スピードが上がらないところまで加速したら、ウィーリーしてみると、なるほど、さらに加速してくれました。どうやら、前輪が抵抗になって、速度が落ちていたみたいです。ちょっと、派手な壊れ方ですね。今度は視点を変えて、速度を測りましょう。低速モードで進んでいくと、速度は秒速5メートルくらい。中速モードだと、秒速6メートルくらいでした。ここから高速モードにして、最高速を見ていきましょう。ぐんぐん速度が上がっていって、だいたい秒速10メートルくらいで頭打ちになりました。そしてここから、ハンドルを持ち上げて、車体をウィリーさせると、さらに加速してくれました。そのまま地面に落ちているものを避けながら、まっすぐ走り続けると、一瞬ですが、秒速18メートルまで出ました。この時、タイヤの直径は63センチくらいなので、546rpm で回っている計算になります。480rpm の限界を突破していることが分かってよかったです。それでは最後は、配線をミスって点灯していなかったヘッドライトを修理して、行けるところまでツーリングに行きましょう。地面に落ちているものを踏むとすぐ壊れるので、うまく避けながら慎重に進んでいきます。速度がなかなか速いので、結構な距離を移動できてますね。しかしここで、ベアリングの機嫌が悪かったのか、勝手に壊れてしまいました。走行不能なので、ここでツーリングは終了ですね。それでは、長距離をツーリングして、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、スポーツバイクさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。